皆さんこんにちは、五戸美希です。スピーチトレーニングと題して、私教室をやっておりまして、でスピーチトレーニングなので朗読教室ではないので、朗読の練習というのはあんまりやらないですね。やらないことはないですけれどもね、朗読の回もやりますし、ナレーションの回もやって、それを喋りに生かすということをやっておりますけれども、プレゼンテーションが朗読になってしまうと、もうそれは独り言だと思うんですよね。聞き手としても自分に話しかけてくれている気がしないと思うので、今こうやって喋っている言葉もあえて朗読調にするとこうなりますね。プレゼンテーションは朗読になると独り言になります。聞き手としては自分に話しかけてくれている気がしないものです。こんな感じですかね。はい、ちょっと変ですよね。はい、なので朗読じゃなくて、ちゃんと相手に伝わるように聞き手に話しかけるというのを大事にしております。で、原稿を一言一句作らなくても大丈夫っていう方はですね、もう一言一句作らない。一言一句作るのやめて、例えば箇条書きでメモを用意したりですとか、プレゼンテーションの資料、ノートのところにこうメモを作っておいて、自分はノートの部分が見えるようにするとか、プレゼンテーションのスライドプリントアウトしてそこに書き込むとか、はい、そういった練習をおすすめしております。とはいえ原稿がないと辛いよという方もたくさんいらっしゃって、私も本当にそうでした。もう原稿がない、アレンジしようって思ってたところがもう飛んでしまうと、もう次が思い浮かばない、頭真っ白、手が震えるみたいなことはですね、本当に私も経験してきまして、もう原稿がないと辛いよっていう方におすすめしているのが話し言葉変換です。はい。前回話し言葉変換と言いつつ、話し言葉とはという話でちょっと終わってしまったので、今回は話し言葉変換ってどうやるのかというのをお伝えしていきます。いろいろ方法あるんですけれども、今日はすぐにできる方法として3つご紹介していきます。スピーチトレーニング。話し言葉変換の基本その1。何々はですね、何々なんですけれども、これですね。はい。話し言葉というのはいろんな特徴がありまして、例えばこういう特徴があります。ねが入る。文の中に修助詞のねが入る。あとは発音化ですね。んに置き換わる。なのですじゃなくてなんですになるとかですね。あとは整合性の欠如ですね。書き言葉だったら明らかにおかしいけれども、話し言葉だったらおかしくないということよくあります。こういう特徴、この他にもいろいろあるんですけれども、こういう特徴がありまして、これをあえて表現しようというのが話し言葉変換ですね。最初のねをつける、これ主語の次にですねを入れるという方法、私がお勧めしている一つ目になります。今日は新製品をご紹介しますであれば、今日はですね、新製品をご紹介しますと、ですねをつけるですね。あとは発音化と整合性の欠如、これをあえて表現しようっていうのが、文末をですますで終わらせないで、なんですけれどもに変えるという方法ですね。今日は新製品をご紹介しますであれば、今日はですね、新製品のご紹介なんですけれどもにすることができるということです。はい。他の文章でやってみたいと思います。こちら。現在の市場において〇〇の課題があります。現在の市場はですね、〇〇の課題があるんですけれども、はい、こうするってことですね。顧客のニーズにお応えするために新しいアプローチが必要です。これを変換すると、顧客のニーズにお応えするためにですね、新しいアプローチが必要なんですけれども、これですね。で、話し言葉変換っていうのはもうこれだけが正解ですっていう変換方法じゃないので、今言った例も、別の変換方法にもできます。例えば、今日なんですけれども、新商品をご紹介していきます。でも OK ですし、現在の市場としてはですね、〇〇という課題がありまして、でも OK ですし、顧客のニーズにお応えする。これを考えますと、やっぱり新しいアプローチが必要ということで、でも OK ということになります。はい。全部が何々はですね、何々なんですけれどもになると、それはそれで変なので、全部をそういうふうにしようということじゃなく
特に冒頭ですね。何々はですね、何々なんですけれども、こういうふうに冒頭することができます。スピーチトレーニング。話し言葉変換基本その2、語尾に根をつけるです。はい。先ほどの一つ目としては文の中に入れる、文の中に根を入れる、ですねを入れるという話しましたけれども、語尾に根をつける、これもおすすめですね。あとは、そうですね、文末って先ほどなんですけれどもにしましたけれども、これやっぱり全部がなんですけれどもになってしまうと、いくら話し言葉とはいえですね、切れ目がなくなってしまうので聞きづらくなってしまうんですね。でもです、ます、でした、ました、これで終わるところが多いとやっぱり朗読に聞こえやすくなるので、語尾に根を使う、これおすすめですね。新製品はコンパクトで軽量なデザインが特徴です。これだったら、新製品はコンパクトで軽量なデザインが特徴ですね。こんな感じですね。あとは、新製品はコンパクトで軽量なデザインが特徴なんですね。ですねとかなんですねにするっていう、語尾をですますで終わるところがあっちゃいけないというわけじゃないんですけれども、全部がそれだとやっぱり朗読調に聞こえるので、ですね、でしたね、なんですねと根をつける、これおすすめですね。こんな感じですね。スピーチトレーニング。話し言葉変換基本その3、しかし、や、または使わない。はい。しかし、また、やって作文、書き言葉だったら、出てくる言葉ですけれども、そうですね。やっぱり原稿の朗読感が出るんですよね。なので、しかしだったら、なんですけれども、と言って文章を続けるとか、またというのは、それからに変えるのがいいですね。やというのは、何々ですとか、これ結構おすすめです。とかだけだとやっぱりちょっとタメ口感があるので、A や B だったら A ですとか B ですとか、こういうふうにすると話している時の原稿、話し言葉の敬語になるのでおすすめです。で、話し言葉の要領というのが分かったら、プレゼン箇条書きでいけるっていう方は、一言一句書かなくても発表できるっていう方は、箇条書きで喋りつつ、そのメモを頼りに喋りつつ、話し言葉でつないでいけばいいんですけれども、一言一句作らないともう真っ白になっちゃうよという方はですね、初めから話し言葉で原稿を作る、これですね。あとは他の人が原稿を作るという場合もありますよね。前任者が作ったものをまた使うみたいな時とかは、前任者が作ったものに話し言葉を書き足していくというのもおすすめですし、あとは今だと生成 AI に原稿を作ってもらうということもありますね。こういう時も、生成 AI に話し言葉で原稿を作ってってお願いするのもありですし、それでもね、やっぱりちょっと日本語だと、ちょっと変だなっていうところいっぱい出てくるので、そこを自然な話し言葉にちょっと書き換えていく。そうするとですね、原稿があっても朗読じゃない、話しかけているという発表、プレゼンになりますね。スピーチトレーニング。このへみきのスピーチトレーニング、メルマガやっております。メルマガ無料でご登録いただけまして、メルマガ限定のラジオも配信していますので、ぜひチェックしてください。動画教材もやっています。人前で話すのが怖くなくなる話し方講座と題しまして、そうですね、YouTube だとちょっと更新が遅いぞと、早く勉強したいぞという方いらっしゃいましたらですね、ぜひこちらの動画教材の方を見ていただければと思います。マンツーマンレッスンもやっておりますし、オンラインサロンではグループレッスンもやっています。プラン一覧に載せているのでよかったら見てください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。